2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー30。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。走行するとタイヤの空気圧はどのくらい変化するのでしょう。今回は走行前に調整した空気圧がどのように変化するのかを追跡しています。機体の体積は温度に比例するので、空気圧の変化は気圧や周囲とタイヤの温度も関係します。今回は高所には行かず平野部のみでの検証です。自節ガラスノータイヤで検証しています。規格は 15565R14 で標準空気圧は 2.4 バールです。空気圧をその都度測定するのは大変なので空気圧センサーを導入します。導入理由は他にもう2つあります。1つは走行1万キロでなぜかパンクしてちょい漏れしていたことです。これは電動ポンプを普段使いしていた中でたまたま発見できました。しかしそうタイミングよく見つけられるものではありません。もう一つは以前のモデルと比べると一段と形がコンパクトになったことも理由の一つです。使用シーンによって空気圧チェックのタイミングや変化の感覚をつかんでいただけたらと思います。それでは引き続き動画をご視聴ください。タイヤの空気は自然に抜けていく。タイヤメーカーのホームページでは乗用車用タイヤは1ヶ月で 5% 程度も空気圧が低下するそうです。そして約 25% の車が空気圧不足となっているとあります。 2.4 バールの 5% は 0.12 ですから 2.28 バールくらいになってしまうということですね。ちょい漏れ等の場合は気づかないことが多いので思わぬ事故につながる場合もあります。そしてタイヤトラブルは高速道路走行中の方が一般道路よりも発生率が高いと言われています。空気圧センサーが危険回避の一つのきっかけになれば良いと思います。空気圧の調整とタイミング。夏でも冬でもメーカーはタイヤが冷えた状態で車両指定空気圧に調整することを推奨しています。高速道路を走行する際にも空気圧はカーメーカーが決めた車両指定空気圧で良いと記載されています。なので高速道路を走行する際に空気圧を上げた方が良いと言われているのは都市伝説のようです。自然漏れによる圧力低下を考慮して車両指定空気圧基準で0からプラス 0.2 バールの間で調整管理することを勧めています。パンク以降この電動ポンプを普段使いする中で空気圧がパンクでなくとも結構変化することに気づきました。冬なので特に朝は気温低下が顕著だからだと思います。タイヤの空気圧を気温が高い時に調整すると低温になった朝は規定値を割り込む場合があるのですね。経験値が少し増えました。空気圧センサーの取り付け。遅ればせながら以前から意識していたタイヤ空気圧センサーを導入してみました。前述の通り全モデルと比べると横幅 88mm が 45mm に高さ 17mm が 35mm になりコンパクト性が増したのです。すでにたくさんの方が投稿していますが一応中を見てみましょう。本体と付属品説明書が入っています。説明書の表面は製品仕様や取り付け方法が記載されています。裏面には主に設定方法が記載されています。こちらはセンサーの電池交換やその取り付け方法と主電源の取り方が載っています。DC プラグです。本体です。
できればコードはアンテナと分けてコネクター式にしてほしかったですね。あとはセンサーの付属品や両面テープです。センサーです。電池の大きさがネックで径が 18mm あります。タイヤキャップが約 10mm なので倍の径です。センサー本体とナットの締め付けが悪いとエア漏れしたり外れたりします。このような構成になっています。送信センサーの取り付け。送信センサーを取り付けるためキャップを外して付属のナットをねじ込みます。小さいのでなくさないようにします。奥までねじ込んだらセンサーを取り付けます。裏にその場所を示す印字があるのでそれを確認して取り付けます。手早くねじ込まないと空気が漏れます。回らなくなるまでねじ込みます。この時ナットが奥までねじ込まれていないとセンサーが最後までねじ込めません。最後に付属のレンチで緩み止めをして終了です。センサーを指で押さえてレンチでナットの方を締め付けます。センサーが緩んで外れないようにこの作業を確実にやっておきます。できました。最後に石鹸水をスプレーしてエア漏れを確認します。終わりました。モニターの取り付け。下からのライトの光が見えるので下側に抜けるルートになります。そこにケーブルを通したらモニターの位置を決めます。前後は OK ですが左右のアジャストはできないので貼り付けには注意が必要です。取り付けました。付属の両面テープは接着不良で 3M の KPS19 に変えました。一般道路での検証。走行前の数値です。外気温6度、タイヤの空気圧はブルー、温度は黄色表示です。測定データは50キロと100キロを超えた時点での数値です。数値は外気温や天気、乗車人数などで変わります。なので季節や諸条件などを考慮して参考にしてください。54キロを過ぎたところでの数値です。燃費はリッター22キロを超えました。前輪の方が重いからか後輪より温度が高いです。空気圧は 0.1 から 0.2 バール上昇しています。このまま走り続けます。距離は130キロを超えました。燃費もリッター23キロを超えています。温度が外気温ともにあまり変化がないからか空気圧は落ち着いています。タイヤの温度は同じく後輪側が低いです。運転者側も同じように助手席側より温度が高いです。今日はこれくらいにして日を改めて高速度を検証します。高速道路での検証。電動ポンプを使って空気圧を基準値に調整します。空気圧調整はほとんど朝に行っています。特に冬場は気温が低いので基準以下になっていることが多いです。朝チェックでもチェッカーのおかげで日中の異常な空気圧変化に気づくことができるので気に入っています。センサーを戻石
石鹸水チェックをしたら準備完了です。今のところこの締め付け方法でエア漏れはありません。外気温7度、積算距離をゼロにして出発です。モニターに空気圧、タイヤ温度、車両電圧が表示されています。やはり走り出すとすぐに右前、左リア、左前、右リアの順でタイヤ温度が上昇します。タイヤ温度の変化順は一般道と高速道で同じです。しばらく走るとだんだん雪模様になってきました。これだとタイヤの温度はあまり上がらないでしょう。とりあえずこのまま走行してデータは取りたいと思います。適宜 U ターンして戻ることにします。走行距離が79キロを超えて外気温が4度から3度に下がりました。走行距離が50キロを超えてもあまり変化はありません。燃費はリッター約17キロと出ています。路面が冷たいと思われるのでタイヤ温度も上昇しません。今のところ 0.1 バールの上昇ですが、このまま走行を続けます。外気温が低くては参考にならないので U ターンして戻ってきました。走行距離は約120キロになりました。外気温が7度に戻ったので空気圧も上昇しています。燃費はリッター約17キロと変わりありません。ちなみに10分を超えて停車していると空気圧は前の値に戻ってしまいます。次回は夏の方がより参考になると思うので半年後に再度行います。タイヤの表面温度。出発前にデジタルサーモメーターでタイヤ温度を測っています。外気温は6度、タイヤ空気温度は5度から11度でした。走行後のタイヤの表面温度です。走行と太陽光で外気より温度が上昇しています。モニターはタイヤの内部温度を表示しているようです。空気圧検証のまとめ。今回分かったことは以下の通りです。タイヤの空気は1ヶ月で 5% 程度自然に抜けて、案外多くの人たちがそれを知らないで運転しているそうです。おそらくちょい漏れの場合にはほとんどそのパターンに該当すると思います。タイヤトラブルは一般道より高速道の方が多いそうです。タイヤの空気圧調整はタイヤ温度が低い時点で行う方が良いです。メーカーは高速道でも基準空気圧でよく、基準より0からプラス 0.2 バールの間で調整・管理するよう勧めています。空気圧の数値は外気温や天気、日当たり、乗車人数、積載量などで変わります。冬場であっても日当たりの良い方の空気圧変化が顕著でした。一人の乗車では一般道でも高速道でも右前タイヤの数値が一番早く変化しました。空気圧変化順は右前、左リア、左前、右リアでした。カーブが多いとカーブと反対側のタイヤが多く回転するので空気圧が上昇しやすいことも分かりました。エンジンを停止するか10分ほど停車していると空気圧は前の値に戻ってしまいます。冬場であっては高速道でもプラス 0.2 バールを超える空気圧上昇は見られませんでした。以上感想とまとめでした。動画が長すぎると思った方は説明欄の URL からショート動画2本をご視聴ください。
今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。